レッスン1、世界を探検する。私は旅行が大好きです。そこには常に新しくて魅力的な発見があります。完全に同意します。異文化を探検したり、新しい場所を体験したりすることは、信じられないほど豊かです。絶対に。それは私たちの視野を広げ、世界の多様性を理解するのに役立ちます。それは本当です。歴史的名所を訪れるにしても、郷土料理を試すにしても、すべての旅は成長の機会です。これ以上は同意できませんでした。新しい冒険の旅にどれだけのことを学べるかは驚くべきことだ。確かに、旅をすることで、私たちは自分の快適ゾーンから抜け出し、未知の世界を受け入れることができます。そして、探検の瞬間こそが、最も記憶に残る体験となることがよくあります。それが旅の魅力です。それは世界の不思議に私たちの目を開かせてくれます。発見すべきこと、感謝すべきことが常にあることを常に思い出させてくれます。レッスン2、ショッピングと販売。新しいものを買うと満足感がありますよね。特に探していたものが見つかった場合は、そうなる可能性があります。本当、セールシーズンに買い物をしたことはありますか？はい、そうです。お得な情報を見つけてお金を節約する絶好の機会です。同感です。注目していた割引商品に出くわすのはいつもワクワクします。ただし、慎重に買い物をし、売り上げに夢中にならないことが重要です。それは良い点です。時々、セールの魅力が衝動的な購入につながることがあります。まさに、そのアイテムが本当に必要なものなのか、それともこれから使うものなのかを検討することが不可欠です。賢明なアドバイス。価格よりも価値と品質を優先すべきだ。絶対に。それは意識的な選択をすることと、私たちの消費習慣に気を配ることです。賢い買い物客になって、私たちに本当に喜びをもたらし、目的を果たすような買い物をしましょ同意した。自分自身への対応と責任のバランスを見つけることがすべてです。う。よく言った。たまに買い物を楽しみながら、思慮深い決断を下すことが大切です。レッスン3、旅行計画。旅行を計画していて、往復または片道のチケットを探しています。2週間滞在する予定です。ワクワクしますね。特定の目的地を検討していますか？パリに行こうと思っています。それはしばらくの間私のやりたいことリストに載っていた。パリは見どころがたくさんある美しい街です。フライトオプションを確認しましたか？まだです。往復チケットか、片道チケットを別に予約するかを決めようとしています。往復チケットの方が便利で、多くの場合、よりお得です。しかし、片道チケットの方が柔軟性があります。それは本当です。滞在期間を延長したり、予定を変更したりする場合、柔軟性が役立つことがあります。特に直前に予約した場合、片道チケットの方が高額になる場合があることに注意してください。良い点です。決定する前に、必要なコストと柔軟性のレベルを検討します。
それは賢明なアプローチのように思えます。フライト検索でお手伝いが必要な場合はお知らせください。そうします。アドバイスありがとうございます。この冒険に乗り出すのが待ちきれません。レッスン4、休憩をとる。日中は休憩が重要です。必ず仕事から離れて充電するようにしています。それは素晴らしい習慣です。休憩をとることで生産性が向上し、全体的な健康状態も向上します。絶対に頭をすっきりさせ、再び集中してタスクに戻るのに役立ちます。休憩時間は通常どのくらいかかりますか？ストレッチをしたり、おやつを食べたりするために、1、2時間おきに5から10分ほど短い休憩を取るようにしています。それは良いアプローチです。自分の体の声に耳を傾け、必要な休息を取ることが大切です。休憩を取ることで、想像力や問題解決能力も向上することが分かりました。それは本当です。タスクから離れると、心がリラックスして新鮮なアイデアを思いつくことができます。まさに。さらに、休憩は燃え尽き症候群を防ぎ、健康的なワークライフバランスを維持するのに役立ちます。セルフケアを優先し、休憩を毎日のルーチンに取り入れることを忘れないでください。私がします。思い出させてくれてありがとう。休憩時間は生産性と健康にとって不可欠です。レッスン5、朝食の選択。はい、シリアルとコーヒーがあります。あなたはどう？朝食には大抵トーストとお茶を飲みます。それは素敵でシンプルな朝のルーチンのようですね。はい、軽くて爽やかな気分で一日を始めるのに役立ちます。シリアルの便利さとコーヒーのエネルギーブーストを楽しんでいます。シリアルは手早くて簡単な選択肢ですが、コーヒーは確かにかなり元気になります。朝食の選択肢を変えたことはありますか？たまに週末にフルーツ入りヨーグルトやスクランブルエッグを食べたりします。朝食のルーチンにバラエティを加えるのは良い考えです。物事を面白く保つために、様々な味や食感を試してみるのはいつでもいいことです。そのことを念頭において、新しい朝食オプションも検討します。レッスン6、説明責任と変化。自分に責任を持たせることは、目標達成に大きな違いをもたらします。もちろん、説明責任を持つことで、モチベーションと集中力を保つことができます。新しいエクササイズを始めようと思っていました。やってみようと思う。それは素晴らしいアイデアです。どんな運動を考えているの？ジョギングから始めるか、フィットネスクラスを試すことを考えています。どちらのオプションも素晴らしいですね。より持続可能なものにするために、自分が楽しめるものを見つけま同しょう。感です。長い目で見れば、新しいルーティンにこだわるには楽しむことが鍵だ。よろしければ、トレーニングに参加させてください。私たちはお互いに責任を問うことができる。それは素晴らしいでしょう。ワークアウト仲間がいると、間違いなく順調に進むのに役立ちます。友達と一緒に運動する方がいつも楽しくてやる気が出ます。やってみよう。提供していただきありがとうございます。一緒に
ポジティブな変化を起こし、フィットネスの目標を達成しましょう。レッスン7、目的地の選択。次のお出かけはどこに行けばいいの？何かアイデアは？近くの国立公園はどう？美しくて穏やかな場所です。それは素晴らしい提案のように思えます。そのことについて素晴らしいことを聞いたことがある。素晴らしい景色、ハイキングコース、自然と触れ合う機会があります。大自然の中で冒険に出かけたいと思っています。国立公園に行こう。素晴らしい。軽食を用意して、風光明媚な景色の中でピクニックを楽しむことができます。それは素晴らしい計画です。毛布とサンドイッチを必ず持ってきます。ウォーターボトルと日焼け止めもお忘れなく。ハイキングには必要です。絶対に安全第一です。必要なものがすべて揃っていることを確認するために、チェックリストを作成します。レッスン8、テーブルの設定。こぼさないで、テーブルをセットするのを手伝ってくれませんか？もちろん、喜んでお手伝いします。どんなことで助けが必要ですか？キッチンから皿やカトラリーを持ってきてもらえますか？はい、すぐ取りに行きます。他に何か？はい、その間にナプキンとグラスも持って行ってもらえますか？完了したと考えてください。食事の準備は全部するよ。ご協力いただきありがとうございます。とてもありがたいです。どういたしまして。チームワークは物事をより簡単に、より楽しくします。実際、一緒になって素敵な食事体験を作り出すことができます。すべて準備が整いました。みんなをテーブルに呼ぼう。素晴らしい。食事を楽しみ、一緒に充実した時間を過ごすときです。レッスン9、就職面接。就職の面接を受けたことはありますか？好奇心が強い。はい、過去に何度か就職の面接を受けたことがあります。かなり神経がすり減ることもあります。想像できます。その面接にはどのように備えましたか？会社を調べたり、面接でよく聞かれる質問を練習したり、プロのような服装をしたりしました。それは賢いことです。面接は就職に役立ちましたか？面接の中には内定につながったものもあれば、貴重な学習体験を提供するものもありました。なるほど。ポジティブなマインドで面接に臨むのは良いことだ。絶対に。各面接は自分のスキルを披露し、その過程から学ぶ機会です。このことを念頭において、次の就職面接の準備をしていきたいと思います。レッスン10、空港に向かう。フライトの2時間前に、チェックインカウンターに直行すべきですか？早めに到着することをお勧めしますが、いくつか検討しておくと良いでしょう。チェックインカウンターに行く前に考慮すべきことは何ですか？まず、パスポートと必要な旅行書類を用意してください。はい、必要な書類がすべて揃っていることを再確認します。
さらに、交通状況や遅延の可能性についても考慮してください。それは本当です。予期せぬ遅延に備えて、いくらか余分に時間をかけておきます。また、ご利用の航空会社に特定のチェックイン手続きがあるか確認しておくと良いでしょう。プロセスをスムーズにするために、ぜひ調べてみます。最後に、追加のセキュリティ対策を検討し、それに応じて計画を立ててください。ヒントをありがとう。フライトの準備はしっかりしておきます。どういたしまして。安全な旅を、そして良い旅を。ありがとうございます。戻ったらまた会いましょう。レッスン11、思慮深い足し算。彼らは間違いなくそれを高く評価するでしょう。それは彼らにとって私たちの家への心のこもった追加となるでしょう。同感です。お客様を温かく迎え入れる環境を作ることは重要です。絶対に、個人的なタッチを加えることで、より快適で大切にされていると感じることができます。彼らの経験に大きな違いをもたらすのは、些細なことです。私たちが用意したものを見たら、きっと喜んで驚かれると思います。きっと彼らはそうするでしょう。それは私たちが彼らの滞在に思いと努力を注いだことを示しています。他の人に特別で気遣われていると感じさせることができるのは素晴らしいことです。間違いなく、ポジティブな雰囲気を作り出すことは、お客様と私たちの両方に利益をもたらします。時間を割いて私たちの家を温かく居心地の良い場所にしてくれて嬉しいです。教訓12、より良い機会の追求。もっと良い仕事の機会を得るために、新しい都市を探検しようと思っていました。それは良い計画のように思えます。時々、景色の変化が扉を開くこともある。まさに、都市が異なれば、業界やキャリアの見通しも異なる場合があります。それらの都市における雇用市場を調査し、ネットワークを構築することは有益かもしれません。私はすでに潜在的な都市とその雇用市場を調査し始めています。これは積極的なステップです。情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。視野を広げることは、個人的にも職業的にも成長できると信じています。同感です。新しい挑戦を受け入れることは、刺激的な機会をもたらすことができます。少し気が遠くなるかもしれませんが、新しい冒険に出る準備はできています。覚えておいてください。私はあらゆる段階であなたをサポートするためにここにいます。ありがとう、アナ。あなたのサポートは私にとって大きな意味があります。レッスン13、スペインを探検。1週間滞在して、バルセロナ、マドリード、そして、を探索しました。それは素晴らしい旅のようですね。それらの都市で一番楽しかったことは何ですか？バルセロナには素晴らしい建築物があり、マドリードのエネルギーは信じられないほどでした。バルセロナはユニークな建物で知られていると聞きました。有名なランドマークに行ったことはありますか？はい、バルセロナのサグラダ・ファミリアとグエル公園に行きました。彼らは息を飲むほどでした。それらは象徴的なランドマークです。マドリードはどう？そこで印象に残ったことは何ですか？活気に満ちたストリートライフとプラド美術館は、私にとってマドリードのハイライトでした。
ずっとプラド美術館に行きたいと思っていました。有名な作品は見ましたか？はい、ベラスケス、ゴヤ、エル・グレコなどのアーティストの傑作を見ました。それは畏敬の念を起こさせるものでした。スペインの芸術と文化を探求して、充実した体験ができたようですね。間違いなく、思い出に残る旅になりました。戻ってもっと発見するのが待ちきれません。レッスン14、集中力の維持。プロジェクトの全体的な目標を設定する必要があります。その通りだ。明確な目標を持つことは、私たちの取り組みの指針となります。これにより、私たちは順調に進み、共通の目標に向かって取り組むことができます。目標を達成するには、具体的なマイルストーンとタスクを定義する必要があります。それを小さなステップに分解すると、管理しやすくなります。同意した。集中力を保ち、進捗状況を監視するのに役立ちます。足並みを揃えるためには、定期的な確認と評価も欠かせません。正しい道を進んでいることを確認するために、必要に応じて途中で調整を行うことができます。はい。発生する可能性のある課題や変化に適応するには、柔軟性が重要です。明確な目標と焦点を絞ったアプローチがあれば、成功を収めることができます。私たちが協力して目標を達成する能力には自信があります。レッスン15、カフェオプション。たくさんのカフェから選ぶことができます。きっと誰もが気に入る何かがあると思います。最近のほとんどのカフェでは、様々な好みに合わせて様々な飲み物や軽食を提供しています。オプションがあるのは素晴らしいことです。コーヒーを好む人もいれば、お茶やスムージーを好む人もいます。絶対に、様々な好みや食事制限を考慮することが重要です。カフェがよりインクルーシブになり、食事制限のある人にもオプションが提供されて嬉しいです。それは知っておくと良いことです。これは、すべてのゲストにポジティブな体験を提供することに気を配っていることを示しています。みんなが楽しめるものを見つけられる場所があるのはいいですね。間違いなく。それは全体的なホスピタリティを高め、ゲストに大切にされ、親切だと感じさせます。カフェが誰もが歓迎されていると感じられるようにするためにさらに努力してくれるのはありがたいことです。レッスン16、氷が必要。いいえ、ゲストにとっては補完的なものです。リクエストに応じて氷を用意してくれます。それは知っておくと良いことです。飲み物やその他の目的で氷が必要なお客様には便利です。はい、細かいことですが、全体的なゲスト体験に違いをもたらす可能性があります。持ってきたワインのボトルを入れるアイスバケツも必要です。リクエストできますか？もちろん、スタッフに知らせれば、アイスバケツを用意してくれるはずです。情報ありがとうございます。必ず頼んでみます。どういたしまして、ワインを楽しんでください。何か助けが必要な場合はお知らせください。レッスン17、旅行の準備。旅行に必要なものをいくつか用意しておくべきだ。水といくつかのエネルギーバー。
それはいい考えだ。旅行中は水分補給とスナックを用意しておくと便利です。特に運動を探求したり運動したりする場合は、活力を保つことが重要です。絶対に。それらのアイテムは必ずバックパックに入れておきます。素晴らしい。準備を整えて、必要なものを用意しておくのはいつでもいいことです。軽症や緊急事態に備えて、小さな応急処置キットも用意しておきます。それは賢い考えだ。旅行中は常に安全を優先すべきだ。レッスン18、熱帯の島を選ぶ。次の休暇に南国の島はいかがですか？たくさんの選択肢があります。私はそのアイデアが大好きです。美しい島でリラックスするのは夢のようです。手つかずのビーチ、澄んだターコイズブルーの海、そして豊かな緑を楽しむことができました。忙しい生活から逃れるのに最適な場所であり、リラックスするチャンスでもあります。さらに、シュノーケリング、ハイキング、地元の文化を探索するなど、たくさんのアクティビティがあります。それは本当です。島での休暇中は、リラックスと冒険の両方を楽しむことができます。さまざまな目的地を調査し、探している体験を提供する目的地を見つける必要があります。間違いなく、コスト、アクセシビリティ、各島の全体的な雰囲気などの要素を比較できます。選択肢を絞り込んだら、詳細を計画して思い出に残る休暇にすることができます。レッスン19、植物のお手入れ。最近、いくつかの植物の世話をしています。それらにも肥料を与えるべきですか？はい、植物に肥料を与えることは、成長に不可欠な栄養素を植物に提供するのに役立ちます。わかった。彼らが元気で健康でいられるようにしたいのです。肥料は土壌の栄養分を補給し、根を強くし、葉を緑豊かにします。使用すべき肥料の種類について何かアドバイスはありますか？それはあなたが持っている特定の植物によって異なります。植物が異なれば、必要な肥料の種類も異なります。少し調べて、それぞれの植物に適した肥料を見つけます。それはいい考えだ。個々のニーズを考慮し、申請の指示に従うことが重要です。私は自分の植物に可能な限り最善のケアをしたいと思っています。アドバイスありがとうございます。レッスン20、コンフォートゾーンからの脱出。何か新しいことに挑戦しようと思っていました。私たちの快適ゾーンから抜け出すことはやりがいがあります。絶対に。新しい経験を探求し、課題に直面することは、個人の成長と発見につながります。最初は怖いかもしれませんが、達成感があればやりがいがあります。新しいことに挑戦することで、視野が広がり、自分自身や周囲の世界について学ぶことができます。慣れ親しんだルーチンにとらわれがちですが、変化を受け入れることは刺激的な機会につながります。リスクを冒して限界に挑戦することは、予期せぬ成果や記憶に残る瞬間につながる可能性があります。途中でつまずいても、貴重な教訓を学び、新しいスキルを身につけることができます。
新しい経験にオープンマインドで学び、適応する意欲を持って取り組むことが重要です。私は完全に理解しています。自分のコンフォートゾーンから抜け出すことは、個人的及び職業的な成長につながります。レッスン21、持続可能な大学の選択。はい、サステナビリティ、プログラムを実施していることで知られる大学を調査してきました。それは素晴らしい。持続可能性に焦点を当てた大学で教育を受けることは称賛に値します。環境への責任を優先する機関を支援することは重要だと思います。絶対に。大学がより環境に優しい未来に向けて一歩を踏み出しているのを見るのは刺激的です。包括的な持続可能性プログラムとイニシアチブを提供している大学をいくつか見つけました。それは素晴らしい。カリキュラム、キャンパスの観光、地域社会の関与などの要素を考慮することが重要です。同感です。自分の価値観に合致し、ポジティブな影響を与える機会を与えてくれる大学に通いたいと思っています。あなたは教育を通じて、より持続可能な未来に向けて意識的な選択をしています。まさに、持続可能性への取り組みに貢献し、同じ情熱を共有するコミュニティの一員になりたいと思っています。サステナビリティプログラムを実施していることで知られる大学を調査しておくと、適切な大学を見つけるのに役立ちます。持続可能な学習環境で学び、成長できる可能性と機会にワクワクしています。レッスン22、一息つく。気持ちはわかります。人生は時々圧倒されることがあります。それは本当です。ストレスの多い瞬間には、息を吸うことを忘れないことが大切です。少し息を吸うことで、集中力を取り戻し、落ち着きを取り戻すことができます。深呼吸は明確さをもたらし、より明確な考え方で課題に取り組むのに役立ちます。混乱に巻き込まれるのは簡単ですが、息を吸うことで立ち止まり、落ち着くことができます。呼吸法は、ストレスを軽減し、リラクゼーションを促進するのにも役立ちます。マインドフルな呼吸法を日常生活に取り入れることは、私たちの全体的な健康に良い影響を与える可能性があります。呼吸を忘れないことは、人生の浮き沈みを乗り越えるためのシンプルでありながら強力なツールです。だから、一緒に深呼吸をして、新たな強さと回復力を持って、これからやってくるどんなことにも立ち向かおう。レッスン23、植物に水をまく。それを心に留めておくよ。どれくらいの頻度で水をやればいいの？水やりの頻度は、植物の種類、サイズ、環境条件などの様々な要因によって異なります。なるほど。じゃあ、すべての植物に水をやるという普遍的なルールはないの？いいえ、各植物の水分の必要量を個別に評価するのが最善です。植物に水をやる時期はどうすればわかりますか？土の水分レベルは、指を土の深さ約1インチ突き刺すことで確認できます。その深さで土が乾燥していると感じたら、植物に水をやる必要があるということですか？はい、土壌が乾燥していると感じる場合は、通常、植物に水やりが必要であることを示す良い指標植です。物の種類ごとに特定のガイドラインはありますか？
はい、水やりの合間に少し乾くのを好む植物もあれば、常に湿った土壌を必要とする植物もあります。それぞれの植物の水やりの必要量を必ず調べます。それは賢明なアプローチです。根腐れの原因となる水をやりすぎないように、十分な水を供給することが重要です。植物を育てたいので、水やりの必要性に気を配ります。ご指導ありがとうございます。レッスン24、可愛くて実用的なアイテムを探す。絶対に可愛くて実用的なものを見つけたいです。機能的なだけでなく、見た目にも魅力的なアイテムがあるといいですね。美的に美しいものに囲まれることは、私たちに喜びをもたらすと信じています。絶対に。私たちの個人的なスタイルや好みを反映したアイテムがあるのは素晴らしい気分です。可愛いだけでなく、実用的な商品を探しています。それは賢いアプローチです。スタイルと機能性のバランスを取ることが重要です。機能性も高く、ユニークでクリエイティブなデザインを見つけるのが楽しいです。最近では、キュートな美学と実用性を兼ね備えたオプションがたくさんあります。さまざまなストアやオンラインプラットフォームを探索して、完璧なアイテムを見つけるのはエキサイティングです。可愛くて実用的なアイテムを選ぶときは、ニーズや好みを考慮することを忘れないでください。それを心に留めておくよ。視覚的に魅力的で便利なアイテムを見つけるのは、両方の長所です。レッスン25、シャツの買い物。素晴らしいシャツをいくつか見つけました。探していたものはすべて見つかりましたか？はい、買い物リストにあるものをすべて見つけることができました。必要なものが見つかると、いつも満足感があります。それは素晴らしいです。ショッピング旅行を成功させるのは素晴らしい気分です。絶対に。適切なアイテムを見つけることで、自信が高まり、個人のスタイルが向上します。本当に気に入ったシャツを見つけてよかったです。ワードローブに新しいアイテムを加えるのはいつだって嬉しいよ。来た時に快適で自信が持てるアイテムを選ぶことが重要です。間違いなく、服装の選択は気分や自己認識に影響すると思います。それは本当です。私たちが好きな服を着ることは、私たちの全体的な見通しに良い影響を与えます。買ったシャツは長持ちするように大ごとにするよ。それはいい考えだ。適切な手入れとメンテナンスは、衣服の寿命を延ばすのに役立ちます。これらの新しいシャツを着て、自分のスタイルを披露するのが待ちきれません。レッスン26、暗号化された接続。暗号化された接続のあるウェブサイトに出くわしました。さて、それを覚えておきます。それは素晴らしいです。暗号化された接続は、オンラインプライバシーとデータセキュリティを保護するのに役立ちます。暗号化は正確にはどのように機能しますか？暗号化は、インターネット上で送信する情報をスクランブルし、権限のない第三者が読めないようにします。つまり、オンラインアクティビティにセキュリティレイヤーが追加されるということですか？はい。
暗号化された接続により、パスワードや財務情報などの機密情報が安全に送信されます。それは重要です。オンラインの時には、自分の個人情報が安全に保たれていることを確認したい。絶対に。暗号化された接続のウェブサイトを使用することは、データを保護するための賢い方法です。ウェブサイトが暗号化された接続をしているかどうかを示す指標はありますか？はい、ウェブサイトの URL で南京錠のシンボルまたは HTTPS を探すことができます。これらは安全な接続であることを示しています。オンラインの安全を確保するために、これらの指標にもっと注意を払うつもりです。それは賢明なアプローチです。暗号化について認識し、予防策を講じることは、プライバシーの保護に役立ちます。情報に感謝します。今後、オンラインでの活動にはもっと慎重になるつもりです。レッスン27、旅行先の選択。ワクワクしますね。次の旅行では、どの国を検討していますか？はい、新しい国を探検しようと思っていますが、まだ決まっていません。それは理解できます。選択肢が多すぎて、圧倒されてしまうかもしれません。はい、同意します。世界には探検できる美しく多様な目的地がたくさんあります。旅行中に何を体験したいのかを考えることが重要です。絶対に。国が異なれば、独特の文化、風景、アトラクションがあります。旅行中にどんなアクティビティをしたいか考えたことはありますか？はい、地元の文化に浸ったり、郷土料理を試したり、史跡を探索したりすることに興味があります。それは素晴らしい計画のように思えます。この国の豊かな遺産を体験するチャンスがあるでしょまた、自然の脅威や、ハイキングや国立公園訪問などのアウトドアアクティビティも検討しています。う。それは素晴らしいです。自然にはたくさんの魅力があり、若返る体験になることもあります。リサーチをして、自分の好みや興味に基づいて選択肢を絞り込みます。時間をかけて、さまざまな目的地を探索するプロセスを楽しんでください。きっとあなたの旅にぴったりの国が見つかるはずです。レッスン28、選択肢に圧倒される。はい、でも選択肢はたくさんあります。圧倒されてしまった。多くの選択肢に直面したときにそのように感じるのは理解できます。正しい判断をしたいのですが、どこから始めればいいのかわかりません。まず、優先事項と自分にとって最も重要なことを検討してください。それは理にかなっています。決断を下すのに最も重要な要素は何かを理解する必要がある。各オプションの長所と短所のリストを作成して、評価に役立てることができます。それはいい考えだ。これにより、それぞれの選択肢の長所と短所がより明確になります。また、検討している分野での経験がある人にアドバイスを求めることもできます。それは本当です。他の人の視点を聞くことは貴重な洞察をもたらし、情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。急いで選択するのではなく、時間をかけても大丈夫であることを忘れないでください。それを心に留めておくよ。
自信を持って決断を下すのに必要な時間とスペースを自分に与えておくことが大切です。自分の直感を信じて、自分の価値観や目標に最も合った選択肢を選びましょう。アドバイスありがとうございます。一歩下がって、自分の選択肢を評価して、自分にとって正しいと思う決断を下します。レッスン29、土壌の適合性のチェック。また、土壌が植栽に適していることを確認してください。これは重要な考慮事項です。土壌の質は植物の生育に大きく影響します。土壌が適切かどうかはどうすれば判断できますか？一つの方法は、土壌試験を実施することです。土壌の pH レベル、栄養素含有量、およびテクスチャーに関する情報を提供できます。それは便利そうですね。土壌試験はどうしたらできるの？土壌試験キットは園芸店で購入できます。通常、サンプルを収集して結果を解釈する方法が説明されています。それで、私たちは庭のさまざまな場所からサンプルを収集しますか？はい、土壌の代表的な分析を行うために、さまざまな場所からサンプルを収集することをお勧めします。結果が出たら、その土壌が特定の植物に適しているかどうかはどうやってわかりますか？植物が異なれば、必要な土壌も異なります。育てたい植物の理想的な pH 範囲と必要な栄養素を調べることができます。それは理にかなっています。植物の要件を理解することで、土壌に何らかの修正が必要かどうかを判断できます。まさに、土壌では植物の成長に適した環境を作るために、追加の栄養素や pH レベルの調整が必要になる場合があります。ガーデニングを始める前に、必ず土壌試験を行います。それは植物の成功にとって極めて重要だ。レッスン30、カムデンマーケットの探索。カムデンマーケットをぜひ探索してください。活気あふれるスポットです。カムデンマーケット？面白そうだね。何が特別なの？カムデンマーケットは、さまざまなショップ、屋台、ストリートフードの屋台が混在していることで知られています。それは活気に満ちた多様なショッピング体験のようですね。はい、オルタナティブファッション、ヴィンテージアイテム、ユニークなアートやクラフトの中心地です。私は様々な商品がある市場を探索することを楽しんでいます。唯一無二の宝物を発見するのはいつもワクワクします。カムデンマーケットはライブミュージックシーンでも有名です。ストリートパフォーマーや才能あるミュージシャンが訪問者を楽しませているのをよく見かけます。これにより、ショッピング体験にさらにエンターテイメントが加わります。絶対に、活気に満ちたエネルギッシュな雰囲気を作り出します。絶対にカムデンマーケットを私の訪問場所のリストに載せます。必見の目的地のようですね。市場を探索し、活気に満ちた雰囲気に浸って、楽しい時間を過ごせると思います。レッスン31、画質の良いカメラを選ぶ。画質の良いカメラが欲しい。おすすめのものはある？利用できる素晴らしいオプションはたくさんあります。必要な撮影モードは考えましたか？はい、
さまざまなシーンを撮影できる多彩な撮影モードのカメラが欲しいです。それは重要です。さまざまな撮影モードで、暗い場所や動きの速い被写体など、特定の条件に合わせて設定を調整できます。まさに、いろんな場面で鮮明でシャープな映像が撮れるようになりたいです。マニュアルモードのカメラも探すといいかもしれません。絞り、シャッタースピード、ISO などの設定をより細かく制御できます。マニュアルモードは、クリエイティブな写真を撮ったり、さまざまなテクニックを試したりするのに便利です。絶対に。これにより、写真撮影のスキルを自由に試して、希望する結果を得ることができます。撮影モードだけでなく、画質の良さも大切にしています。それにはどんな特徴があるの？大型のイメージセンサーを搭載したカメラは、画質が良く、暗い場所でも良好に動作する傾向があるため、探してください。それは知っておくと良いことです。さまざまなカメラモデルを調べるときには、そのことを念頭に置いておきます。さらに、レンズの品質も考慮してください。レンズの品質は画像の鮮明さと鮮明さに重要な役割を果たします。レンズの品質は非常に重要です。必ずレビューを読んで、興味のあるカメラに使えるレンズの情報を集めようと思います。レッスン32、用語の拡散。あなたが提案しているプロジェクト用語は少し凝縮されているようです。もっと時間をかけて広めることをお勧めします。あなたの懸念は理解できます。各フェーズを効果的に完了するのに十分な時間を確保したいと思っています。まさに、タイムラインを延長することで、各段階に十分なリソースと注意を割り当てることができます。条件を分散させることで、予期しない問題が発生した場合に柔軟に対応できるようになります。それは妥当な点です。不測の事態に備えて、ある程度のバッファ時間を設けることは常に賢明です。さらに、スケジュールが長いほど、徹底的なテストと品質保証の余地が生まれます。プロジェクトが必要な基準を満たし、適切に機能することを確認するには、テストが不可欠です。期間を延長することで、品質を優先し、重要なタスクを急いでこなす必要がなくなります。私は、より長いタイムラインが長期的にプロジェクトに役立つと信じています。成功に向けて計画を立て、潜在的なリスクを最小限に抑えることが不可欠です。レッスン33、レビューの調査と確認。絶対に、最初にすべきことは、場所を調べてレビューを確認することです。それは賢明なアプローチです。情報収集とフィードバックは、情報に基づいた意思決定に役立ちます。場所を調査することで、その場所の特徴、魅力、潜在的な課題を理解することができます。何を期待すべきかを知り、それに応じて旅行やプロジェクトを計画することが不可欠です。レビューを確認することで、その場所をすでに体験したことのある人やサービスを利用したことのある人からの洞察が得られます。レビューを読むことで、品質、信頼性、顧客満足度に関する貴重な情報を得ることができます。バランスの取れた視点を得るには、さまざまなレビューを検討することが重要です。そうすることで、複数のレビュアーが言及した共通のパターンや問題を特定できます。徹底的な調査を行い、
レビューを確認することで、驚きを最小限に抑え、より多くの情報に基づいた選択を行うことができ同ます。意した。これは私たちの経験が期待に依られるようにするための積極的な方法です。まず、オンラインで調査し、信頼できる情報源からのレビューを読むことから始めましょう。最善の決定を下すのに役立ちます。レッスン34、魔法を受け入れる。後悔はしないでしょう。魔法みたいだ。それは興味をそそられます。何がそんなに特別なの？私が行っている場所には、訪れるすべての人を魅了する独特の魅力と雰囲気があります。印象に残る不思議な場所を発見するのが大好きです。この特別な場所には、見事な自然の美しさと言葉では言い表せないほどの静けさがあります。日常の喧騒から逃れるのに最適な場所のように思えます。実際、リラックスしたり、自然と触れ合ったり、元気を取り戻したりできる穏やかな環境を提供しています。不思議な場所には、私たちを鼓舞し、不思議な感覚を呼び起こす方法がしばしばあります。絶対に、彼らは私たちの創造性に火をつけ、世界について異なる視点を与えることができます。その魔法を直接体験できてワクワクしています。旅に出る価値があるように思えます。きっとその美しさとユニークな体験に魅了されることでしょう。忘れられない冒険の準備をしましょう。レッスン35、価格の交渉。間違いなく初期価格の半分を提示することから始めて、そこから交渉してください。交渉はより良い取引を得るための効果的な方法です。どのようにアプローチしますか？私は交渉の余地を残し、相互に有益な合意を見つけるために、より低いオファーから始めるべきだと考えています。それは賢い戦略です。それは潜在的な妥協の舞台となります。交渉プロセスでは、礼儀正しく敬意を払うことが重要です。絶対に。前向きでプロフェッショナルな態度を維持することは、相手との信頼関係を築くのに役立ちます。アクティブリスニングも重要です。相手の視点を理解することは、共通点を見つけることにつながります。同感です。積極的に耳を傾けることで、相手のニーズを見極め、それに応じて交渉を調整することができます。柔軟で、代替ソリューションを受け入れることが不可欠です。柔軟性により、創造的な問題解決が可能になり、双方にメリットのある結果が得られます。交渉はギブアンドテイクのプロセスであることを忘れないでください。両当事者は最終合意に満足していると感じるはずです。それは素晴らしい点です。目標は公正で相互に有益な結果を得ることです。ですから、交渉するときは、自信を持って、敬意を払い、共通点を見つけることを厭わないようにしてください。それは成功につながる可能性があります。教訓36、ブランド認知度の向上。私たちのブランド認知は不可欠です。どうすれば改善できるか？それは最もな懸念事項です。ブランド認知度を高める効果的な方法の一つは、デジタルマーケティング戦略です。デジタルマーケティングは幅広いオーディエンスにリーチし、永続的な影響を生み出すことができます。具体的にどのような戦略を立てればよいのでしょうか？ソーシャルメディアマーケティングは強力なツールです。
魅力的なコンテンツを作成し、視聴者と交流することで、ブランドの認知度を高めることができます。それは本当です。ソーシャルメディアプラットフォームは、潜在的な顧客とつながり、ブランドロイヤルティを構築する機会を提供します。さらに、検索エンジン最適化 SEO により、検索エンジンの結果における当社のウェブサイトの可視性を向上させることができます。ウェブサイトのコンテンツと構造を最適化することで、検索エンジンのクエリーで上位にランク付けすることができます。また、当社のブランドバリューに合致する影響力のある個人とコラボレーションするインフルエンサーマーケティングも検討できます。インフルエンサーと提携することで、新しいオーディエンスにリーチし、インフルエンサーの推薦を通じて信頼を得ることができます。最後に、印刷広告や業界イベントへの参加などの従来のマーケティング手法は、特定の状況では依然として有効です。それは良い点です。従来の手法は、当社のデジタル化への取り組みを補完し、オンラインになっていないオーディエンスにもリーチできます。デジタルマーケティング戦略と従来のマーケティング戦略を組み合わせることで、ブランド認知度を最大化し、より多くのオーディエンスにリーチすることができます。これらの戦略を統合し、ブランド認知度を高める包括的なマーケティング計画を立てましょう。レッスン37、レビューと修正。契約の条件は公平に思えます。何か修正を加える必要がありますか？契約書を注意深く見直して、すべてが私たちの期待に沿っていることを確認しましょう。絶対に、詳細を徹底的に調べ、必要な調整を行うことが不可欠です。レビューの際、不一致や明確化が必要な領域が見つかった場合は、それらについて話し合うことができます。それは良いアプローチです。両当事者がこの協定を明確に理解していることを確認したいのです。問題が見つかった場合は、それに対処し、公平性を確保するための修正を提案できます。このプロセスではコミュニケーションが重要です。懸念事項や変更の提案があれば、率直に話し合う必要があります。オープンで正直なコミュニケーションは、相互に有益な合意に達するのに役立ちます。検討し、必要な修正を加えたら、自信を持って進めることができます。同意した。将来の誤解を避けるためには、明確で合意された合意が不可欠です。条件を注意深く見直し、修正を提案して、両当事者が満足する最終合意を結びましょう。レッスン38、英語学習コース。この英語学習コースをご存知ですか？はい、聞いたことがあります。面白そうだね。それは素晴らしい。コースの準備を始めるべきだ。絶対に、同感です。どこから始めればいいの？まず、教科書やオンラインリソースなどの学習教材を集めることができます。いいアイディアだ。信頼できるサイトを探して、役に立つアプリをダウンロードします。素晴らしい。また、一貫性を保つために学習スケジュールを設定する必要があります。完全に同意します。毎日勉強する時間を決めておきましょう。そして、スピーキングとリスニングのスキルを練習することが重要です。もしかしたら、言語交換のパートナーが見つかるかもしれません。はい、
それは有益でしょう。英語を母国語とする人と話す練習ができます。さらに、単語の知識を向上させるために、語彙フラッシュカードを作成する必要があります。それは良い提案です。フラッシュカードは、新しい単語をより効果的に覚えるのに役立ちます。最後に、定期的に評価を行って進捗状況を追跡する必要があります。同感です。評価を行うことで、どこにもっと焦点を当てる必要があるかがわかります。素晴らしい。これらの準備が整ったので、英語学習を始める準備が整いました。レッスン39、良い天気を願う。予報ではにわか雨の可能性があるそうだ。ああ、それが続くといいんだが。天気予報は予測がつかないこともありますが、最善の結果を期待しましょう。アウトドアプランがあるから、雨が降ったらがっかりするよ。いつも少し不確実ですが、天気が良い意味で私たちを驚かせることもあります。それは本当です。野外活動の間は晴れ渡るためいつも指を組んでおくよ。天候が合わない場合に備えて、バックアップ計画や代替アクティビティを用意しておくことは常に良いことです。それは良い提案です。念のため、屋内のオプションをいくつか考えておきます。より正確な情報については、日付が近い時期に予測を確認することを忘れないでください。はい、最新情報を入手し、必要に応じて計画を調整します。天候に恵まれ、予定通りに野外活動を楽しんでいただければ幸いです。ありがとうございます。前向きな見通しに感謝します。できる限り良い天気になることを期待しよう。レッスン40、部屋の好み。素晴らしい。どのタイプの部屋が好きですか？専用バスルーム付きのシングルルームですか？はい、それは完璧に聞こえます。専用バスルームがある方が便利でしょう。同感です。プライバシーが守られ、施設を共有する必要がなくなります。リラックスしてくつろげる自分だけの空間があるのはいいですね。絶対に。さらに、専用バスルームがあることで、清潔で衛生的な状態を保つことができます。部屋の広さやアメニティも考慮する価値があります。その点でお好みはありますか？快適に移動できる十分なスペースと、机や Wi-Fi などの基本的な設備を備えた部屋が好きです。これらは重要な要素です。特に滞在中に仕事をしたり、連絡を取り合ったりする必要がある場合は特に快適でそうです。設備の整った部屋は、全体的な体験を向上させることができます。予約する前に部屋の詳細とレビューを確認して、希望に合っていることを確認しましょう。いいアイディアだ。調べて適切な部屋を選ぶことは、より楽しい滞在に貢献します。同意した。すべての要件を満たす専用バスルーム付きのシングルルームを見つけましょう。同じ考えでいてくれて嬉しいです。完璧な宿泊施設を探し始めましょう。